英語学習者であれば何としてでも取っておきたい英検の級。そう、それが英検準1級。英検2級と比べてレベルが一気に上がり、覚えないといけない単語の数が増え、二次面接の内容も難しくなり、緊張も2倍に。そんな英検準1級に一発合格した時の僕が行った2つの対策をこの動画では解説していきたいと思う。こんな感じかな。ということで今日は英検準1級に一発合格した時に僕が行った対策を2つ紹介していきたいというふうに思います。まず英検準1級ってどんな印象ですか？難しいって思う人もいるかもしれないですし、英語上級者ってイメージを持っている人もいるかもしれないです。逆に英検準1級の単語って日常会話で本当に使うのとかって思ってる人もいるかもしれないですね。Human body. Most molecules are too small to be seen with the naked eye.When do I use this kind of sentence? でもこの動画を見ているということは何らかの理由で英検準1級を取りたいと思っているということなので、この動画では僕が英検準1級に一発合格した時の対策を説明していきます。そもそも英検準1級のレベルを簡単に説明していきますね。もう知ってるよっていう人はここまで飛んでください。英検の公式サイトにはこんな感じに書いてあります。準1級は最終目標である1級の手前まで着実に力をつけているレベルで、およそ大学中級程度とされています。社会生活で求められる英語を十分に理解し、また使用できることが求められます。入試優遇や単位認定はもちろん、教員採用試験に優遇されたり、海外留学にも多方面で幅広く適用される資格です。試験内容は一次試験、筆記とリスニングと二次試験、面接形式のスピーキングテストに分かれています。簡単にまとめると、日常生活で使う英語力はほぼ完璧で、海外留学とか旅行などに行ってもほとんど困らないレベルだと思って大丈夫です。TOEIC の点数と比べると、ネットで見た感じだと700点から800点くらい以上ですかね。ただ英検はリスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの4技能あるのに対して TOEIC はリスニングとリーディングしかないので正直何とも言えないです。ですのでこの点数の比較はあくまで目安程度でお願いします。ではレベルが分かったところで僕が行った対策を紹介します。主にやったことは2つです。1つ目は単語を覚える。もう1つ目は問題集をやる。至って普通の対策なんですけど、やり方は人それぞれ違うと思うので、今回僕のやり方を紹介していきます。対策の期間は1ヶ月半でした。まず使用した単語帳はデルジュンパスタン。使った問題集はデルジュン合格問題集。英検を受験したことがある人は知っていると思いますが、英検対策ではかなり王道の対策テキストです。王道だけあってかなり内容も分かりやすいですし、実際に同じような内容が試験にも出たのでかなりおすすめです。次に対策方法ですが、単語は通勤時間や料理中など隙間時間を活用して3週くらいしました。具体的にはまず知らない単語にマークをしながら単語帳を1周して、次にマークした単語だけで数周して、今度は単語とその単語の要例を読みながら一周して、最後に覚えた単語をできるだけ独り言で言うようにしていました。最初の一周は知らない単語にチェックをしながらなのでどうしても時間がかかると思います。僕も最初の一周は大体5時間くらいかかってましたね、最終的に。でも3週目とかになると本一周をもう1時間以内で終わらせるようになります。200ページ以上ある単語帳を1時間以内で終わらせるなんてって思うかもしれないんですけど、実際にやってみてください。本当にそのスピードで終わります。というのも1単語に使う時間は10秒程度だからです。僕も中学生とか高校の時にやってましたが、一つの単語をじっくりじっくり見ながらやっていくっていう方法はとても効率が悪いですし、全然頭に入らないです。単語を覚えるときは短期間の中で同じ単語を何回も見るっていう方がいいというふうに言われています。よくエビングハウスの忘却曲線エビングハウスの忘却曲線っていう、よくこのグラフを用いられて説明されると思うんですけど、
簡単に説明すると、小学校の時に流れていたテレビの CM とかって今でも覚えていることないですか？僕の場合はこの CM を今でも覚えています。それと同じで、同じものを短期間の中で何回も見たりすると、人間はずっと覚えているんです。というか、覚えてしまうらしいです。ですので、単語を覚える時も一つの単語に時間をじっくりかけるんじゃなくて、短期間の中で同じ単語を何回も見るっていう風にした方がいいです。この暗記方法に僕も変えてから、もう一気に覚える速さが上がったと思います。そして次に問題集の使い方についてです。問題集は対策というより、主に英検の問題の形式を知るために一周だけしました。僕自身最後に英検を受けたのが多分中3とか中学生の時だったので、その英検の形式っていうのはあんまり覚えていなかったので、その形式を鮮明にするために一周だけしました。もちろん時間を計りながらやりました。これは僕の感覚になってしまうかもしれないんですけど、英検は TOEIC とかと比べて時間にかなり余裕があるので、僕は結構ゆったりなペースでやってました。最後に試験当日に行っていたことをお伝えします。具体的には、当日は朝から英語のリスニングを行い、自分の脳、耳を英語に慣らしておく。集合時間1時間前には会場にいるように家を出る。この2つを行いました。試験当日は、僕の場合は試験会場が本当にバスと電車で1時間くらいかけて行かないといけないとこにあったので、僕はかなり早めに家を出ました。多分試験開始時間1時間くらい前にはもう会場にいたと思います。そしてもちろん家から会場に着くまでのその電車とかバスの間は英語のポッドキャストを聞いたり単語帳の音声を聞いたりして自分の脳を英語に慣らすような意識をしていました。最後に余談なんですけど、僕のその受けた会場が中学校だったんですよね。で、僕実は身長が184センチあって仕方がないんですけど、その中学生用の机が用意されているので、僕はもう足とか膝とかバンバン机に当たりながら試験を受けてました。ということで、僕は英検準1級の対策として単語と問題集を主にやりました。英検2級以下の級と比べて英検準1級は単語の数が本当にポイントになると思うので、まずは単語から取り組むといいかなというふうに思います。この動画がこれから英検準1級を受ける人の参考になればいいなと思います。それでは、Talk to you soon!